本日は Amazon Connect を使った大規模コールセンターの構築事例を紹介いたします。クラスメソッド AWS コンサルティング部の横田です。よろしくお願いいたします。本日は Amazon Connect の概要を最初に話して、その次に大規模コールセンター構築の課題、で、最後に弊社でのプロジェクトの進み方の例という順番で話してまいります。で、このセッションの対象と目的なんですけれど、コールセンターの構築を担当される方を対象としておりまして、目的としては大規模コールセンター構築プロジェクトの進み方を弊社の事例をもとにイメージしていただくというのを目的にしております。ではまず最初に Amazon Connect がどのようなものかというのを概要を説明いたします。で、一番最後に学習コンテンツを紹介いたしますので、そちらで詳しい機能はご確認いただけます。で、これが Amazon Connect の機能としての概要になるんですけれども、Amazon Connect これ単体でコールセンターに必要な機能は全部揃っているようなサービスになります。電話番号から IVR、自動音声応答のシステム、オペレーターにおつなぎしますって言って待っていただく場面があると思うんですけど、そこの待ちキューも、で、ユーザーが使う、エージェントが使うユーザーアカウントっていうのも全て含まれたサービスになっております。具体的には実際の画面を見ていただいた方が分かりやすいと思うんですけれども、電話番号もこのような感じで Amazon Connect 内で取得して、で、ここにかけていただいた電話番号、この電話番号にかけていただいたらですね、IVR をこのような感じで設定していくんですけども、こういうボックスを組み合わせて設定していって、ここで実際に電話をかけていただいたお客様にどういう案内をするのかっていうのを定義していきます。ですごい簡単で、案内内容も文字で書くと、それがそのまま機械で読み上げられるっていうような仕組みになっておりまして、で、作ったものを保存して公開すると、もうこの次の電話からかかってきたものは今の変更後の問い合わせフローが反映されたような状態になります。すごい簡単に作れますね。で、問い合わせフローを通ったものは普通、エージェントにつなぐまでの待ち行列に入るんですけれども、それはこちらのqueueっていうので、これはお客様の要件に従ってどのqueueに入れるのかっていうのを、専用のqueueを作成することができます。そうですね、queueに来たものを最後、エージェントが受けるっていうような仕組みを作っているんですけれども、で、各エージェントがどのqueueを受け取るのかっていうような設定もあって、これでしたら私のアカウントだと、ジェネラルルーティングになっているので、これですね、ジェネラルルーティング。こういう4つのqueueに来たものを私は担当するみたいな定義ができます。このような感じで、どういうお問い合わせ、自動音声システムで返して、で、どのqueueで待っていただいて、で、どのエージェントにつなぐのかっていうのを、すべてこの Amazon Connect 内で定義できます。で、結構まるっとすべて機能を含んだシステムなんですけれども、この中で費用がかかるのはこちらですね。一番左の電話番号だけです。通常の電話番号であれば月におよそ300円ぐらいで、フリーダイヤルも使えるんですけど、それだと1500円程度です。で、これ以外には全然固定費用かからなくて、複雑なこの問い合わせのフローを作ったり、ユーザーエージェントを100個とか作ったりしても、費用は全くかかりません。で、追加で重量課金で通話時間に応じた費用が発生いたします。通常の通話であればだいたい1分間2円ほどですね。で、これが Amazon Connect の概要なんですけれども、この Connect を使ってコールセンターを構築した上で、これから、大規模コールセンターで弊社が遭遇した課題についてお話しさせていただきます。インフラ部分についてはほとんど難しい部分はなくてっていうのが、今ご説明したように完全にマネージのされたサービスですので、しかももともと通信販売の Amazon がコールセンターで使われてたサービスをそのままサービス化したものになってますので、規模が大きくなってもインフラが問題になることはないです。問い合わせ数が増えたりであるとか、エージェント数が数百人になったって場合であっても、サーバー側の増強とかそういうものは何も必要ございません。で、チューニングも特に必要ないです。で、じゃあ何が大規模コールセンターになった時に難しいのかっていうと、コールセンター大きくなると組織自体が大きくなるので関係者がすごく多くなります。で、その関係者間の認識合わせっていうのがすごい大変になってきます。で、ここに主な職務を書き出したんですけれども、エージェント、オペレーターですね。実際に、お客様からの問い合わせを受けるオペレーターが数百人になって、そのエージェントを監督する、スーパーバイザーと呼ばれますけど、大体10名前後のエージェントを管理して、で、エージェントが処理できないような問い合わせのエスカレーション先にもなっているスーパーバイザーがまたたくさんいらっしゃいます。で、その上で各コールセンターの、例えば受注部門であったりとか、あとは製品説明部門であったりとか、部門ごとのマネージャーがスーパーバイザーの上にいて、でさらに、部長に相当するセンター長が1人いるというのが主な職務になってますね。あとは、オンプレであれば大体 IT 担当、コールセンター専用のインフラシステムを管理する担当がいて、
あとはコールセンター全体の稼働状況であるとか、お客様満足度を確認する品質管理担当の方がいらっしゃることが多いです。で、役割分担がされているので、それぞれの関心事からたくさんのご要望をいただくことになります。例えば、エージェントの方からだったら、受信時にこういう情報が表示されてないと対応ができないであるとか、あと、スーパーバイザーの方であったら、エージェントのシートマップ、どのエージェントがどの席に座っているというようなシートマップが欲しいであるとか、あとは、そうですね、よくあるのが、特別対応中のお客様、以前、製品に不満を持たれて電話をかけていただいて、でそこから解決までに時間がかかっているお客様の対応を専用の部門に回したいであるとか、あとはレポートをこういうふうに内容を表示してほしいとか、結構多種多様な要望が上がってまいります。で、これが、小規模なコールセンター、だいたいエージェントが10人ぐらいで、1部屋に入るぐらいのコールセンターであれば、マネージャーがだいたいすべてのことを管理しています。なので、こういうふうに職種が分かれてなくて、だいたいエージェントとマネージャーとセンター長、あと IT 担当がいるぐらいのが、小規模なコールセンターでの大体の役割分担なんですけれども、この場合であれば、マネージャーがほぼすべてをどういう要望が必要であるか、満たす必要があるかであるとか、あと予算とか、あと各エージェントの仕事内容とかも把握してますので、このマネージャーと要望を詰めていったり構築していけば、案外スムーズに進んで導入までうまくいくんですけれども、大きくなると、マネージャーが把握してないこともどんどん増えてくるために、なかなか要望をまとめるっていうのがすごく難しくなってきます。で、かといってマネージャーから聞き取った要望だけで、コールセンターのシステムを作って導入しようとすると、実際にこのシステムの入れ替えとか構築で一番影響を受けるのってエージェントであったり、スーパーバイザーの方だったりするんですけれども、ここがもうちょっと受け入れできないような状態になるので、どうしても、できるだけ要望は叶えた上で、新規構築であったり、移行する必要があります。で、ということで、多くの方の要望を汲み取らないといけないんですけれども、要望を答えているうちにどんどん全体像が見えなくなるというのが弊社がよく遭遇する課題ですね。で、Amazon Connect を使った場合ですと、要件にあった機能の実現自体はそこまで難しくないです。多機能ですので、大体ご希望通りのものを作れるんですけれども、それでどんどん作っていくと、最終的に、じゃあこれでもう、今度からこのコールセンターをシステムを使いましょうという判断ができなくなるっていうのがよくあります。作りはしたけれども、本当にこれでいいのかっていう判断が、いろんな要望を取り込んだためにできなくなるっていうのをよく遭遇いたします。で、そこで大事なのが、何のためにコールセンターを作っているのかっていう目的を意識するのが大事になってきます。で、コールセンターいろんな種類があると思うんですけれども、自社製品の受注センターであったり、カスタマーサポートであったり、お客様相談室であったり、いろんなコールセンターがあると思うんですけれども、この2つの目的はどこでも変わらないです。顧客体験の向上と生産性で、この2つの目的はほぼ変わることがないです。でお客様っていうのは何か理由があってコールセンターに電話をかけてくるので、スムーズに課題を解決できることであったり、待ち時間が短いこと、こういうことでお客様の体験を向上させるっていう一つの目的と、あとはこの顧客体験を実現するために必要なコストをこれをできるだけ低くするっていうこの2つの目的は、このコールセンターでも大体共通して持ってらっしゃいますね。で、問い合わせのコストは、生産性の向上、実際の良い顧客体験を提供するために必要なコストというと、問い合わせあたりの対応コストを下げるでもそうですし、分析コストもそうですし、あとオペレーターのトレーニングコストも入ってきます。オペレーターというと、いろんな顧客に対して会社を代表して案内を行うという仕事ですね。かなり高いスキルが求められます。なので、1ヶ月程度の学習時間を設けるのが普通だと思うんですけれども、このオペレーターの学習期間が短くなれば生産性は上がるし、また、オペレーターの離職率が下がることでも生産性は上がります。で、この2つの目的があるんですけれども、1つ目、顧客体験の向上については、コールセンターの規模にかかわらず、ほぼ同じように見受けられます。お客様の要望に適切に応えられるエージェントに問い合わせをつないで、スキルベースで問い合わせをつなぐという、スキルベースのルーティングっていうのをどこでも採用されてますね。ここの部分は、そんなに規模の大小によって変わらないんですけれども、2つ目ですね。生産性の向上っていう部分は規模が大きくなると、この向上した分のインパクトがすごく大きいので、こちらについての要望がコールセンターの規模が大きくなるにつれて多くなってくるなという印象を持っています。1件あたりの問い合わせを10秒短くするだけでも全体としてはかなりのコスト削減になるので、ここはいろいろな要望が出てきます。この2つの要望を満たすために弊社としては、次のような、今から説明するようなやり方でプロジェクトを進めています。でまず最初にコールフローですね。お客様が電話をかけてきて、お電話くださりありがとうございましたっていう自動音が流れてから、エージェントにつながって対応するまでのフロー、この部分をまず設計して、
で、次にそのフローに沿ったプロトタイプの作成を行って、で、スーパーバイザーやオペレーターの方にデモを行って、フィードバックをいただいて、そのフィードバックへの対応をするっていう、このサイクルを何回も繰り返すというような形で弊社はプロジェクトを進めています。コールフローの設計の部分ですけれども、これはマネージャーの方と行うことが多いですね。システムの移行の場合は、もうすでにコールフローがありますので、そちらを洗い出していただいて、その中から重要なものを2、3個選んで、それのフローチャートを作成するっていうようなステップになります。フローがすごく複雑であったり多い場合は、弊社の場合は専門のコンサルティング会社様と共同でここは対応することが多いです。で、こちら洗い出すと書いてるんですけれども、すべてを洗い出す必要はないです。ここでやりたいのは、このたくさんあるフローの中から重要なものを選ぶというところが大事ですので、わかる範囲で洗い出していただいて、その中から重要なものを選んでいます。で、こちらは実際、コールフローの設計の時に使っているフローチャートになるんですけども、こんな感じで書き出していきます。それぞれの役割ごとのカラムがあって、それぞれのカラムの中で何をしているのかっていうのを書いて、これを見ながら、マネージャーや他の方と認識合わせていくっていうフェーズです。これであれば、電話をかけて応答メッセージが流れて、お客様に、どういうご用件か選択いただいて、で、顧客情報を CRM から取ってきて、それをもとに認証を行って、急に入れて、エージェントに電話がつながるというようなフローですね。で、これは住所変更なので、終わった後に確認の SMS がお客様に届くみたいなフローですね。こういう感じで定義していってます。もう一つの例なんですけど、これは、転送の例ですね。で、ここで、先ほど挙げた顧客体験の向上と、あと生産性の向上を意識しながら、フローを設計していきます。で、書き出してみると、結構改善できる箇所が見つかりまして、これとかであれば、転送のフローなので、お客様から電話をいただいて、で、何か要件を済ませた後に、キャンペーンも紹介してくださいっていう場合の転送のフローを、見直したんですけれども、今までであれば転送すると、そのまま、キャンペーン用の先ほどの、待ち行列ですね。あそこに入れて、で、次の専用のエージェントにつながるっていうのを待ってたんですけれども、ここの待ち時間が結構長いっていうのがあったので、ここ、Amazon Connect の機能で、急に入れるときに優先度を一番高い設定にして急に入れてすぐにつながるようにするみたいな変更を行いました。こういう設計を行うときにメモをここで残すようにしています。優先度を上げるとお客様が待たないで済むという顧客体験の向上と一緒に、普通こういう転送の場合ってオペレーター間の引き継ぎがあるんですけれども、引き継ぎのためにこの最初のエージェントが待つ時間が短くなるので、生産性の向上の両方に有効な変更であるみたいなメモを残しています。私はフローチャートを作るときはこの Draw.io 参考までにフリーの Draw.io というツールがすごい便利で使っているので、もし特に今お使いのがないのであれば、こういうのを使われてもブラウザ上でぐりぐり変更できるので、すごい便利です。で、このコールフロー設計が終わった後は、プロトタイプの作成ですね。ここで Amazon Connect の先ほどご紹介した問い合わせフローを使って実装していきます。プロトタイプなので、これはこれから何回も変更していくことになります。ただ、作成の時に、注意していただきたいのが、本番と同じクオリティでぜひ作ってみてください。例えば、よくデモ用保険ですが、先ほど保険会社の例であれば、デモ用保険ですが、明らかにテストだと分かるように作ることがあるんですけれども、そうではなくても実際にお客様の名前を入れて、これであればクラスメソッド保険にお電話ください。ありがとうございます。本当の、実物のように作っていただいた方がいいかと思います。というのが、これからこれを、エージェントの方とかスーパーバイザーに見ていただくんですけれども、テストだって分かるとなかなか本気で見ていただけなかったりします。なので、ここはできるだけ実物に近いように作ってみてください。で、実物のように作ってしまうと、知らない人がたまたまかけてきたときに勘違いされるんじゃないかって心配される方もいるんですけど、ここは、家電元でアクセス制限とかもできますので、テスト用の電話からだけかかるような仕組みを入れて、アクセス制限を行うことが可能です。で、会社ですでに Salesforce とか、あとZendesk とか CRM を使われている場合は、そちらのとの連携もこのプロトタイプの作成の段階でやってしまいます。できるだけ本当と近いように状態にしてデモを行うというのが目的です。で、プロトタイプができたらその後にデモを行います。で、ここはエージェントとスーパーバイザーに参加してもらってフィードバックをいただくんですけれども、複数人参加いただいた方が意見は出やすいです。で、実際にやるときには、顧客役とエージェント役にも分かれて、実際に電話をかけてデモを行います。音声だけではなくて、これ、Salesforce と連携して
実際に電話がかかってきた画面なんですけれども、こんな感じで実際の画面を見ながら、エージェントがどういうふうに業務をこの新しいシステム上で行っていくのかっていうのを実際に見てもらいながら体験していただくようにしています。で、この時に先ほどお見せしたこのフローチャートとかを見せて全体像の紹介とかもするんですけれども、このフローチャートであまりフィードバックはいただけないような気がしますね。実際にこういうデモを見ていただくと、実際に普段行われている業務上の経験からいろいろなフィードバックがいただけます。すごい細かいところもいただけて、例えば電話がかかってきたときに、ここにこの立ち上がる電話のところに、例えばお客様が、どこの受付電話番号がいくつもある場合は、どこの電話番号で受け付けたであるとか、何時頃急に入ったかであるとか、本当にすごい細かい情報もここにないと業務がしにくいみたいな、すごい細かいフィードバックもいただけます。で、いただいたものはもうすべて記録しております。CRM についても結構意見いただいて、例えば電話がかかってきたときにケースを作成されることがほとんどだったと思うんですけれども、もうあらかじめケースのここは埋まっててほしいとか、そういう細かい条件もすべていただいたものは記録しております。で、フィードバックをいただいたら次はフィードバックへの対応ですね。ここはもうすべて対応しています。その必要性がちょっとよくわからないなって不明であってももう全部対応してます。っていうのが、フィードバックを出せば対応されるっていうふうに認識を持っていただきたいというのが目的で、ちょっとしたことでも全部対応するようにしていますね。で、もう一つ大事なのがスピードです。もうできるだけ早く対応して次のデモを実施するようにしてます。だいたい1週間後くらいですかね。なので、フィードバックを出したら必ず対応されて、それもすぐ対応されたものが新しくデモでして行われるみたいな認識を持っていただくというのを目的にしています。このスピードを維持するためにはどうしてもこの対応に時間かかるものとかコストがかかるものっていうのが混じってきますので、そこは後回しにして、この1週間後のデモを実現するっていうのを一番に持ってきてます。ただ、フィードバックをもらったの難しいから、それは対応しないっていうのではなくて、先ほど申し上げた顧客体験と生産性の観点から、これがどれほど重要なのかっていうのを確認して、実現できない場合は代替案を検討して提案するようにしています。でこれがフィードバックへの対応で、これで最初の2つから3つぐらいのフローの、設計実装で、でもフィードバックが終わったんですけど、これをずっと何回も回していって、最初の複数のフローを完成させるっていうのは、行うことです。で、うまくいけば、この初回のフローが完成したときには、この関係者、オペレーターも、スーパーバイザーも含めて、この顧客体験の向上と生産性の向上っていうのが、今回やっているプロジェクトの目的だっていうのが、共通認識として持たれるようになってきます。でそうなると、次のフローの作成からかなりスムーズに進むので、この方法は弊社がやってる感じではなかなかうまくいってるかなと思います。で以上が弊社がやってる内容なんですけれども、ちょっと本日お話しできなかったこととして、レポートとテストがあります。今、コンタクトフローの作成の部分の手順なんですけれども、実はもう一つ、レポートっていうのがすごく大事でして、で、しかも会社によって内容がかなり変わってくるのがこのレポートです。で、弊社としてやってるのは、Amazon Connect はそのログとして電話の受付ログとエージェントのイベントログっていうのを2つのを出しますので、その2つのログからこのお客様が求められているレポートが作成可能かっていうところの判断をするようなのをずっとこのフローの作成と並行して行って、インスタント管理者であるとかマネージャーの方に確認していただくというのをやっています。で、もう一つすごく大事なのがテストですね。作成したフローが本当に動くかっていうテストももちろん大事なんですけれども、それと一緒にちゃんと電話がつながるかっていうテストをぜひ行ってください。AWS さんに聞いたところ200回ぐらいは行った方がいいというふうにおっしゃってまして、ここは実際に電話をかけるっていうだけではなくて、保留ができるかであるとか、転送ができるかであるとか、あとちゃんと電話が切れるかっていうのを何度も単調な作業になるんですけれども、ぜひテストを行ってください。っていうのが、Amazon Connect クラウド上で、大量のサーバーが立ち上がってその上で動いているので、アクセス先の IP アドレスとかサーバーがたくさんあります。なので、会社からのルーターの設定で、ほとんどの IP にはつながるんだけど、実は一部の IP がつながらなくなってたみたいなのがたまにあります。で、そうなると、少ないテストだと、その時はたまたまうまくいったんだけど、実際に大量の顧客からの問い合わせを受けると、いくつかちゃんと通話ができないであるとか、あと、お客様への対応中にいきなり電話が切れてしまったりとか、そういう問題が発生することがあるので、このテストは最後にぜひぜひ
くさん行ってみてください。はい。で、最後に、学習コンテンツですね。今日は Amazon Connect についてはそこまで深くお話しできなかったんですけれども、この2つのコンテンツはおすすめです。1つが Amazon Connect のハンズオンのいくつか Web で探せばあるんですけれども、この基本編っていうのが私が見た中では一番わかりやすかったですね。120ページぐらいあるんですけれども、もう重要な部分を丁寧に説明していて、1日かけてこれをやれば多分 Amazon Connectがどういうものであるかとか、どういう使い方ができるかっていうのを、覚えることができるかと思います。で、もう一つが弊社のブログなんですけど、Amazon Connect 特集で調べていただくと、記事がたくさん出てきます。で、こちらは機能の概要っていうよりは、細かい機能の説明であるとか、他の AWS のサービスと組み合わせると、こういうことができるっていうのがたくさん載ってますので、ぜひぜひタイトルだけでも眺めてみて、こういうことができるのかっていうのを見ていただけると、実際に作られるときの参考になるかなと思います。はい、以上で発表は終わりになります。ありがとうございました。